3年間、3247人の少年少女が泣きながら訴え続けた。その証拠が国家の内側に隠されていたのだ。2025年9月、フィリピン、マニラ、捜査員たちが一斉に扉を蹴り破った。室内には複数のモニターが並んでいた。画面には偽の取引サイトが映し出されていた。そして逮捕された人物の中に政府のシステムへのアクセス権を持つ現役の公務員がいた。その瞬間、捜査チームは息を飲んだ。この事件で被害を受けたのは3247人。そのほぼ全員が10代の少年少女たちだった。被害総額は450万ドル。日本円に換算するとおよそ6億円を超える。たった一つのゲームアイテムをめぐる詐欺がここまでの規模に膨れ上がっていた。犯罪組織が使った手口は巧妙だった。オンラインゲームのアイテム売買サイト。一見普通の取引プラットフォームに見えた。偽の配送証明書まで精巧に用意されていた。信じない理由がどこにもなかった。13歳の少年がいた。彼は全財産を失った。ゲームの中の宝箱一つのために16歳の少女もいた。彼女が失ったのは翌日の授業で使うはずだった文房具を買うためのお金だった。その泣き声が警察を動かした。3年間誰も気づかなかった。いや、正確には気づけなかった。なぜなら組織の内側には行政の情報網に触れられる人間がいたからだ。証拠は巧みに処理されていた。被害者たちの訴えはなかなか記録に残らなかった。それでも小さな声が積み重なった。やがてその声は無視できない大きさになった。そして摘発の日がやってきた。宝箱の中身は最初から空だった。子供たちは夢を売りつけられていたのだ。では彼らはどんな日常を生きていたのか。次は被害者たちのリアルな毎日に迫る。マニラの朝は早い。路地には屋台の煙が漂う。学校へ向かう子供たちの足音が響く。フアンは13歳だった。公立中学校に通う。どこにでもいる少年だ。家は裕福ではなかった。父は日雇いの建設作業員で、母は市場で野菜を売っていた。それでも家族は笑顔を絶やさなかった。彼の唯一の楽しみはオンラインゲームだった。放課後、近所のネットカフェへ駆け込む。1時間あたり約15円。それが彼の小さな王国だった。ゲームの中では強くなれた。現実では手に入らないものがそこにはあった。仲間がいた。称賛があった。達成感があった。ある日、彼はレアなゲームアイテムを見つけた。取引サイトに出金されていた。価格は彼が3ヶ月かけて貯めた金額とほぼ同じだった。誕生日のお小遣い、お使いのお駄賃、すべてを合わせた額だった。迷った。何度も画面を見つめた。それでも指は動いた。一方、16歳のマリアは別の朝を迎えていた。彼女は成績優秀な高校生で、将来は教師になりたいと思っていた。新しい参考書が必要だった。学用品を買うために少しずつお金を貯めていた。その貯金が消えた。ゲームの取引サイトで騙し取られた。アイテムは届かなかった。支払い証明のメールは精巧な偽物だった。問い合わせ窓口は翌日には消えていた。マリアは泣いた。誰にも言えなかった。騙された恥ずかしさと怒りが胸を締め付けた。フアンもマリアも特別な子供ではない。フィリピン中のどこにでもいる普通の10代だ。夢を持ち、節約を覚え、初めてお金の価値を学ぼうとしていた。その純粋さが狙われた。3年間で3247人。被害総額は450万ドルを超えた。彼らの日常はある朝を境に変わった。その朝、何が起きたのか、
次は、事件が動き出した瞬間に迫る。その朝は、何も変わらない朝だった。マニラの裏路地に、セミの声が響いていた。路上の屋台から、揚げバナナの匂いが漂っていた。13歳のフアンは、画面を見つめていた。指が、震えていた。3ヶ月かけて貯めた金が、消えていた。受け取るはずだったゲームアイテムは、届かなかった。取引相手の名前は、もう表示されなかった。アカウントごと、消滅していた。フアンが最初に感じたのは、混乱だった。次に、恐怖が来た。そして最後に、泣き声が出た。母親が駆けつけた。画面を見た。黙った。家族全員の週の食費に、相当する額だった。16歳のマリアの場合も、同じだった。学用品を買うために、一枚一枚積み重ねた紙幣が、一瞬で飛んだ。彼女は、友人に打ち明けることもできなかった。騙された。という事実が、恥ずかしかった。声に出せない悲しみは、体の奥で固まっていた。この手口は、巧妙に設計されていた。犯罪組織は、正規の取引仲介サイトに見せかけた偽サイトを用意していた。デザインは、本物と区別がつかなかった。取引完了の証明書まで、精巧に偽造されていた。被害者が疑う間もなく、金だけが抜き取られた。標的は、明確だった。オンラインゲームに熱中する10代、お金の管理に不慣れで、信頼しやすく、被害を訴えにくい子供たち。組織は、3年間、その弱さを正確についていた。被害者の数は、積み上がっていった。100人、500人、1000人、気づいた頃には、3247人に達していた。しかし、声は外に出なかった。恥ずかしさが、口を塞いでいた。親に怒られる恐怖が、手を止めていた。転機は、小さな一言だった。マリアが、泣きながら教師に打ち明けた。お金が、消えました。と、教師は、動いた。同じ被害を訴える生徒が、クラスに3人いた。学校が、警察に連絡した。その電話が、すべての始まりだった。捜査の歯車が、静かに、回り始めた。捜査の歯車が、静かに、回り始めた。その電話を受けたのは、マニラ市警察の、サイバー犯罪対策課だった。担当官のレイエス警部補は、報告書を一読して、眉を潜めた。ゲームのアイテム詐欺。一見すると、些細な案件に見えた。しかし、被害者の年齢が気になった。13歳、14歳、16歳、子供たちの名前が、並んでいた。レイエスは、すぐに動いた。学校へ赴き、直接話を聞いた。生徒たちは、最初は黙っていた。うつむいて、指先を見つめていた。しかし、一人が口を開くと、咳を切ったように、言葉が溢れた。サイトを信じていました。証明書まであったんです。お金を送ったら、消えました。証言は、積み重なった。同じ手口、同じサイト名、同じ、偽の配送証明書。レイエスは確信した。これは、組織的な犯行だ。と、捜査チームが編成された。2025年3月のことだった。チームは、まず取引サイトのログを追うことにした。サイトは、表向き普通のゲームアイテム仲介サービスに見えた。利用者登録も、決済機能も、すべて本物らしく作られていた。ところが、よく調べると、サーバーの所在地が3ヶ月ごとに変わっていた。追跡を逃れるための巧妙な設計だった。資金の流れも複雑に絡み合っていた。複数の電子決済口座を経由し、最終的には海外の匿名口座へと消えていた。捜査員たちは夜を徹してデータを分析し続けた。そして、ある一点に気づいた。サイトの管理者アカウントへのアクセス履歴の中に、特定の政府ネットワークから送られた接続記録があった。画面を見た捜査員が思わず席を立った。静寂が室内を包んだ。
これは内部の人間だ。誰かが低い声でそう言った。政府の電産網へのアクセス権を持つ者、つまり公務員が関与している可能性が浮かび上がった。捜査の矛先は外の組織だけでなく内側へも向けられた。最初の容疑者の名前がリストに記された。その人物は翌朝も普通に出勤していた。何も知らないような顔でデスクに座っていた。しかしアリバイはすでに崩れ始めていた。文字数確認用メモ、出力には含まない。本文約980字。アリバイの確認は静かに、しかし確実に進んでいった。捜査官たちは容疑者の動きを1分単位で追った。問題の取引が行われた夜、その人物はどこにいたのか。記録には庁舎内で残業と記されていた。証人もいた。同僚の証言も揃っていた。書類の上では完璧なアリバイだった。だが、捜査官たちは気づいていた。残業記録の時刻と政府システムへのアクセスログの時刻が微妙にずれていた。わずか17分。その差が全ての出発点だった。庁舎の防犯カメラは当該時間帯に映像の一部が上書きされていた。偶然ではない。誰かが意図的に消したのだ。その誰かがシステムへのアクセス権を持っていなければできないことだった。包囲網は静かに内側へと縮まっていった。捜査チームは容疑者の使用端末の解析を要請した。令状が下りるまで48時間かかった。その間もその人物は毎朝定刻通りに出勤し、同僚たちと普通に言葉を交わしていた。昼食もいつも通り、笑顔もいつも通り、何かを知っているような気配すらなかった。しかし端末を開いた瞬間、すべてが変わった。削除されたはずの取引記録が断片として残っていた。復元されたデータには、偽の取引サイトへのアクセス履歴があった。さらに、被害者たちが信じた公式証明書の原本ファイルがその端末の中に眠っていた。3年間3247人の少年少女が泣きながら訴え続けた。その証拠が国家の内側に隠されていたのだ。捜査本部は翌日の正午、公式記者会見を開いた。容疑者の氏名と職位と逮捕の事実が静かな声で読み上げられた。会見場に拍手はなかった。ただ、重い沈黙だけがしばらく続いた。正義が形になった瞬間だった。だが捜査官の一人は会見後、こうつぶやいたという。これで終わりではない。組織の内部にはまだ見えていない亀裂が走っていた。組織の内部にはまだ見えていない亀裂が走っていた。捜査官たちは記者会見が終わった後も捜査本部に残っていた資料を広げ、ログを見直し、もう一度初めから確認した。何かが合わない。その感覚は小さなトゲのように誰かの胸に刺さっていた。取引記録の中に不自然な空白があった。ある日付の前後、データがごっそりと消えていた。削除ではない。書き換えられていた。それに気づいたのは若い捜査員だった。彼は画面を凝視しながら一言だけ言った。これは内側からやられています。沈黙が室内に落ちた。外部からの侵入ではなく、権限を持つ者が意図的に証拠を塗り替えていた。それが意味することは一つだった。組織の中にまだ捕まっていない人間がいる。捜査チームはその夜から方針を変えた。表に出た容疑者だけでなく、影に潜む存在を追うことにした。証人の一人が実は重要なことを語っていなかった。彼は最初の聴取で取引サイトの管理者を
会ったことがない、と言った。しかし、通話記録には、その管理者の番号が7回残っていた。7回、すべて深夜だった。偶然とは言えない。捜査官は静かに、もう一度、彼を呼び出した。部屋の空気が変わった。証人の目が、わずかに揺れた。その揺れを、捜査官は見逃さなかった。話してください。あなたが知っていることを、すべて、長い沈黙の後、証人は、ゆっくりと、口を開いた。彼が語り始めたのは、組織の上層部に、もう一人、動かしている人間がいる、という事実だった。名前は、まだ出てこない。ただ、その人物は、政府の中枢に近い位置にいる、と言った。捜査は、新たな局面へと、静かに、踏み込んでいった。次に浮かび上がる名前が、この事件の、本当の核心に、触れるはずだった。その名前は、捜査官たちの間でも、まだ、誰も口にしていなかった。証人が語った言葉は、断片的で、不確かなものだった。それでも、捜査班は、その断片を、一つ一つ、丁寧に拾い集めた。組織の上層部に、もう一人いる。政府の中枢に、近い位置にいる人物。その輪郭が、少しずつ、浮かび上がってきた。二人目の容疑者。彼の存在が、この事件の性質を、根本から変えることになる。捜査官たちがたどり着いたのは、マニラ市内の、ある公的機関の記録だった。政府のシステムに、アクセス権限を持つ人物。その名が、被害者リストの中の、ある取引記録と、一致していた。3247人。その被害者たちの多くは、10代の少年少女だった。ゲームアイテムを買おうとした。ただそれだけの理由で、全財産を奪われた子供たち。学用品を買うための、わずかな小遣いさえ、消えた。その子供たちの涙が、捜査を動かした。そして今、捜査の矛先は、単なる詐欺師ではなく、国家の内側に潜む人間へと、向かっていた。二人目の容疑者と、被害者たちをつなぐ線。それは、偽の取引仲介サイトだった。精巧に作られた、そのサイトの管理者権限、アクセスログを解析した結果、特定の IP アドレスが浮かび上がった。そのアドレスは、政府の庁舎内から発信されていた。捜査官の一人が静かに言った。これは内側からやられていた。被害者の一人、13歳の少年の証言が頭をよぎった。信用できると思った。ちゃんとした会社みたいだったから。その信頼は意図的に作られたものだった。公的な信用を装い、子供たちを罠へと引き込む。その巧妙な構造の裏に、二人目の男が静かに座っていた。名前はまだ公表されていない。ただ、その影は、もう逃れられないところまで追い詰められていた。次に明かされる事実が、この事件の真の核心に届くはずだった。その男の名前は、まだ誰も知らなかった。捜査官たちでさえ、彼の存在に気づいたのは、事件が発覚してから8ヶ月後のことだった。組織の中枢に政府の人間がいた。その事実が捜査の空気を一変させた。フィリピン国家警察のサイバー犯罪対策部門が押収したサーバーのログを丹念に解析していた夜のことだった。一つのアクセス記録が画面に浮かび上がった。政府の行政システムへのログイン履歴。それは一般市民には決して触れることのできない扉だった。その ID を持つ人物が詐欺サイトの管理権限と同じ端末から操作していた。偶然ではなかった。計画的に、意図的に、そして長期間にわたって続けられていた。捜査官の手が震えた。犯罪の規模が自分たちの想像をはるかに超えていたから。3年間、3247人の子供たち、450万ドル。その背後に
国家の信用を道具として使った人間がいた。偽の取引仲介サイトは見た目だけの問題ではなかった。政府の認証番号に酷似したコードがサイト上に埋め込まれていた。子供たちが本物だと信じた理由はそこにあった。13歳の少年が全財産を差し出した理由も、16歳の少女が文具を買うお金まで失った理由も、信頼を装う仕組みが内側から丁寧に組み上げられていたのだ。逮捕者は最終的に17名に及んだ。その中の2名が現役の行政職員だった。1人はデジタル認証システムの管理補佐を務めていた。もう1人は地方自治体の情報管理部門に勤務していた。どちらも普段は市民のために働いていたはずの人間だった。取調室で彼らはしばらく黙っていた。言葉が出なかったのではなく、言葉を選んでいた。そしてようやく口を開いたとき、出てきたのは知らなかったという言葉だった。捜査官はその言葉を静かに手帳に記録した。ログは消えない。アクセス履歴は嘘をつかない。真実はすでにデータの中に刻まれていた。子供たちの涙が警察を動かした。警察の執念が組織の核心に届いた。次に語られるのはその後の世界のことだ。被害を受けた3000人を超える子供たちに何が戻ってきたのか。裁判所の判決は2026年3月に正式に確定した。主犯格の男は懲役18年、共犯の公務員たちは職を失い、それぞれ5年から12年の実刑を受けることになった。法廷に拍手はなかった。静寂だけが広がった。3247人という数字は記録に残された。ただし、その全員に正義が届いたわけではなかった。被害総額450万ドルのうち、実際に回収できたのはわずか 17% にとどまった。残りの金はすでに海外口座に分散されていた。追跡は続けられた。しかし、資金の大半は霧の中に消えたまま戻らなかった。13歳の少年は失ったゲームアイテムの代金を取り戻すことができなかった。16歳の少女たちの学用品を買うはずだったお金も返ってこなかった。それでも裁判の証言台に立った子供たちは皆声を震わせながらも最後まで話し続けた。お金ではなく信じた気持ちを返してほしかった。ある少年のその言葉がフィリピン国内の新聞に大きく掲載された。社会はようやく動いた。フィリピン政府は2025年末に未成年者を対象としたオンライン取引保護法の改正案を提出した。公務員による政府システムへの不正アクセスを監視する専門部署も新設された。変化は確かに生まれていた。しかし、一つの疑問が残り続けた。3年間、なぜ誰も気づかなかったのか。取引サイトの偽装は成功だった。配送証明書の改ざんは組織的だった。内部に協力者がいた。そのことは明らかになった。けれども、その背後にさらに大きな組織が存在したのかどうかは最後まで解明されなかった。捜査は終結宣言を出した。記録は閉じられた。しかし、消えない問いが静かに残っていた。子供たちの涙が警察を動かした。警察の執念が確信に届いた。裁きは下された。だが、物語はここで終わらない。3000人を超える子供たちは今もそれぞれの日常を生きている。彼らの声が世界に何を問いかけるのか。それを最後に語る時間が来た。裁きが下された。記録は閉じられた。では、その後、関わった者たちは
今、どこにいるのか。主犯格の男は、マニラ地方裁判所にて、詐欺罪及び組織犯罪法違反で、懲役23年の判決を受けた。政府のシステムへの不正アクセス権を持っていた公務員ら4名は、公職追放の上、別途起訴された。彼らが築いた偽りの王国は、静かに崩れ落ちた。しかし、失われたものは戻らない。3247人の子供たちは、今もそれぞれの町で朝を迎えている。あの13歳の少年は、全財産を失った日からゲームを起動することができなくなったという。16歳の少女は文房具すら買えなかった。あの冬のことを友人には話せないままでいる。傷は判決文の中には書かれていない。数字は450万ドルと記録された。されど、子供たちが失ったのはお金だけではなかった。信じる力を奪われた。オンラインという空間への純粋な期待を踏みにじられた。デジタルの世界が誰かの遊び場であると同時に誰かの罠でもある。その事実をこの事件は静かに、しかし確かに刻み込んだ。2026年の今もフィリピン当局は類似した詐欺サイトの監視を続けている。子供たちの涙が警察を動かした。警察の執念が確信に届いた。そして世界は今日も次の子供たちを待ち構えている。問いかけは終わらない。守るべきものを守れる社会であるために私たちは何を知らなければならないのか。その答えを探す旅が今始まる。